皆さんこんにちは、ほのぼのです。今日は日本の梅雨についてお話しします。皆さんは梅雨という言葉を聞いたことがありますか？もしかしたら日本に住んでいる人は6月頃になると雨の日が多いことに気づいているかもしれませんね。また、6月頃に日本に来たことがある人は雨が多いなぁと思って驚いたかもしれません。どうしてこんなに雨が降るのでしょうか？それは梅雨と呼ばれる季節だからです。梅雨には雨がたくさん降ります。今日は日本の梅雨ってどんなもの？梅雨の楽しみ方は？などいろいろお話ししていきますね。では一緒に見ていきましょう。まず日本の気候について少しお話ししましょう。日本には4つの季節があります。皆さんももう知っているかもしれませんね。そうです。春、夏、秋、冬があります。春はだいたい3月から5月頃、少し暖かくなり、桜の花がきれいに咲きます。夏はだいたい6月から8月頃、暑くなり、花火やお祭りがあります。秋はだいたい9月から11月頃、少し涼しくなり、木の葉っぱが赤や黄色に変わります。冬はだいたい12月から2月頃、寒くて雪が降る時もあります。そして日本には雨が多い季節があります。それが梅雨です。梅雨は春と夏の間、5月の終わり頃から7月頃まで続きます。この時期、日本のたくさんの場所で毎日しとしとと雨が降ります。しとしとは雨の音を真似した言葉です。優しく静かに降る雨の音をイメージしています。日本ではこういう言葉を擬音語と言います。雨がしとしと降る日は傘をさしてのんびりお散歩ができます。反対に雨がたくさん強く降るときはザーザーと言います。ザーザーは大きい音で雨が降るときの言い方です。ザーザーの雨の日は傘をさしても服やカバンが濡れたり、車を運転しているとき、前がよく見えなくなったりします。そんなとき、雨がザーザー降っていると言います。しとしととした雨が降る梅雨の間は、晴れる日があまりありません。だから空気がジメジメして蒸し暑くなります。ところで、なんで梅雨というのでしょうか？この梅雨っていう漢字、よく見てください。そうです。梅雨という言葉には、梅と雨という漢字が使われていますね。でもなんで梅なのでしょうか？なぜでしょう？それは昔、ちょうど梅の実ができる頃に雨がたくさん降ったからなんです。だからこの時期の雨のことを梅の季節の雨という意味で梅雨と呼ぶようになりました。でも今では梅雨とはあまり言いません。梅雨ということが多いです。日本のほとんどの地域には梅雨があります。でも梅雨がない場所もあるんです。どこだと思いますか？
そう、それは北海道です。北海道では梅雨がほとんどありません。日本では北海道以外の地域に梅雨があります。東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、これらの地域では梅雨の間、雨がたくさん降ります。そして時々大雨や洪水になることもあります。梅雨の時期、生活が少し大変になります。まず、洗濯物が乾きにくいです。空気が湿っているからです。湿っているというのは空気の中に水分がたくさんあってじっとりしていることです。空気がジメジメしているということもあります。肌がペタペタしたり、なんとなく気持ち悪く感じます。空気が湿っていると服やタオルがなかなか乾きません。朝に洗濯物を干しても夜になってもまだ少し濡れていることがあります。そして家の中も湿っていてカビができやすくなります。カビとは湿った場所に出てくる白や黒の小さな汚れのようなものです。壁やお風呂場、エアコンの中などにできることがあります。それから梅雨の時期は髪の毛がうねります。うねるというのはまっすぐではなくてくるくると曲がったり膨らんだりすることです。湿った空気のせいでいつものようにきれいにセットできなくなってしまいます。ヘアアイロンでまっすぐにしてもしばらくするとまたくるくるになってしまいます。くせ毛の人にとってはちょっと大変な季節かもしれません。でも雨の日にぴったりな楽しみもあります。例えば静かなカフェで本を読んだり、落ち着いた音楽を聴いたり、雨の音を聞きながらゆっくり過ごすと心がリラックスします。そして梅雨に咲く花といえばアジサイです。アジサイは青や紫、ピンクなどいろいろな色の花を咲かせるとてもきれいな花です。雨に濡れたアジサイはしっとりしていて普段とは違う美しさがあります。雨の雫がアジサイの花に乗ってキラキラ光る様子がとてもきれいです。カメラを持ってアジサイを見に行く人も多いです。今日は日本の梅雨についてお話ししました。皆さんの国にも雨の季節はありますか？また雨の日、皆さんはどうやって楽しんでいますか？雨の日は少し気分が静かになりますね。でもそんな日も大切な時間です。それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。ここで一ついつもお聞きいただいている皆さんにお知らせです。この度ほのぼのポッドキャストでメンバーシップを始めました。メンバーになるとチャットで使えるオリジナルの絵文字やコメント欄で目立つバッジが使えるようになります。私の一番のおすすめは何といっても可愛いバッジと絵文字です。詳しい内容は動画の下の説明欄またはチャンネルトップのメンバーシップタブからぜひチェックしてみてください。これからも皆さんに楽しいポッドキャストを
お届けできるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。